4モーターのマシンを開発した際に、1モーターより4モーターの方が遅い、という現象が発生した。その時にはパワーでゴリ押ししてしまったのだけど、今回は真剣に向き合ってみる。複数モーターのマシンが遅い理由としてよく言われるのは、これら3つ、などがあるのでそれぞれ簡単に考察してみる。モーターが多い分重くなって遅くなる、とも言い切れないのでモーターが増えてもシャーシの重量はそこまで増えないし、ホイールやタイヤなどの重量は1台分なので、1個あたりのモーターが背負う重量はむしろ軽くなるはず。回転数が合っていないので遅いモーターが足を引っ張る、とも言い切れないのでは？遅いモーターの無負荷回転数が速い方の負荷回転数よりも遅いくらいの大きな差があれば遅いモーターに引っ張られるけど、そこまでの差がなければ負荷が減るので速くなるはず。モーターの回転数は頭打ちなので何個増やしても速くならない。これが前回の敗因な気がする。負荷回転数がどれだけ無負荷回転数に近づいたとしても、ギア比を変えない限り速度は頭打ちになってしまう。まとめると、適切なギア比で設計すれば複数モーターでも速くなる、ということになるはず。あと1モーターにつき2個のバッテリーを搭載しないと、回転が弱くなるのでそれも前回の失敗点だったと思う。以上の考察を踏まえて今回は、モーター2個、バッテリー4本、ギア比は高速型、という感じで設計してみる。というわけで開発を開始する。まずはモーターの配置。なるべくコンパクトになるように中心に配置する。それぞれのモーターで前後のシャフトを別々に駆動する。左右の駆動は繋がないとまっすぐ走らないけど、前後の駆動は繋がなくてもちゃんと走るはず。そしてバッテリーの位置はスペース的にここしか思いつかなかった。ホイールベース 82mm でギリギリ収まる感じ。ちなみに 82mm は TZ とか AR と同じ長さである。これらの具に合わせてシャーシを設計。今回はリアステーもつけてみた。最後にバッテリーホルダーとモーターホルダーを作れば、3D データ完成。かなり密度が高い見た目になった。ちなみにギア比は 2.5 対1。3D プリンタで召喚中。ここからは組み立て。フロント、リアのタイヤを取り付け。モーターを2個。バッテリーを4個搭載。バッテリーホルダーを装着。モーターホルダーに配線し、シャーシに装着。前後に FRP ステを装着。これにローラーをつければ、ミッドシップ2モーター4駆、完成だ。バンパー補強と横転対策はバッチリである。ボディは4モーターの時に使ったキーンフォーク。早速テスト走行。スイッチを入れるスペースがなかったので、電極を差し込み導通。ゴー。おー、結構速いのでノーマルのマシンと比較してみよう。バッテリーは先ほどのマシンと同じものを搭載している。スイッチオン。ゴー。やはり2モーターの方が速いぞ。しかし1モーターでギア比を 2.5 対1にした方が速い可能性も。というわけでギア比やセッティングはそのままに、モーター1個、バッテリー2個の状態にしてみた。ゴー。加速はかなり遅いな。最高速度は完全ノーマルよりは速いけど、2モーターよりは遅いぞ。それで、1モーターより2モーターの方が速い、と言えるはず。以上で検証は終了なのでこれ以上のパワーアップは不要なのだけど、モーターを変えたらどうなるか気になるな。というわけでパワーの象徴、プラズマダッシュモーター、を召喚。せっかくなので試してみよう。2角バッテリーとプラズマダッシュの組み合わせは熱い。いざ導通。ゴー。はや。これは、ホースが動いて。ダメ、いや。
どうしよう。あ、止まった。どうやら振動で電極が抜けたみたい。今度からはマシンを止める方法も考えておこうと思う。